ほらもうすごい大きいでしょ。パンツの中に収まってない、全然収まってないんですよ。皆さんこんにちは。現代のもののけ姫ことまこです。今日はですね、私なりの尿取りパッドおすすめどれかなーっていうのをお話ししていこうと思います。皆さん普段尿取りパッド使いますか？私は排泄障害があるので、尿が漏れるということがあります。なので必ず毎日尿取りパッドというものを下着につけています。こういった排泄障害を負っている人だけでなくてですね、健常者の方でも、妊婦さんとか、または産後年齢を重ねた人とか、少し尿漏れしちゃうよっていう方は吸水ショーツとか、そういった尿パッド、小さなねものとかをつけている人がそれなりにいるんじゃないかなと思います。私の手元にあるのはこのライフリーさんのこちら尿取りパッド、これが多分健常者の人の最大くらいの大きさなんじゃないかなと思います。だいたい多分150cc 分吸水するかなっていうようなタイプだと思うんですけど、私は普段使っているのがこういった、リハパンとかおむつとかって言われるものに対して、一緒に使うっていうような尿取りパッドを使っています。このタイプだとやっぱさっき言ったようにちょっと吸水量が少ないんですね。健常者の人だったら出たっていうのが分かると思います。しかもこういっぱい出るっていうよりはちょい漏れとか多分そういうところだと思うんですけど、私の場合はしっかりとした1回分または2回分の量が出ちゃうこと、分からずに出ちゃうことっていうのがあるので、通常タイプっていうのは使えなくて、1回こっちは 150cc 換算なので2回分の 300cc とか3回分の 450cc とか、なんかそういったところが個人的には大事だなと思って、リハパン用の尿取りパッドを使っています。で尿取りパッドにもいろんな種類が、このリハパン用付属用にもあるんですが、さっきも言ったように基本的にはリハパンに使うんだよっていうものを私は普段普通の下着につけているので、やっぱ物足りないというか、もっとこうだったらいいなという思いが実際にはあるんです。こういう私みたいな障害のタイプの人に適した尿取りパッドっていうのは今現在多分ないなと個人的には感じているので、いいも悪いも今あるものしか使えない。じゃあその中で私的にどれがいいかっていうことなんですが、まずじゃあ普通のこちらね、さっき言った容量以外にもう一個難しい点が個人的にはあります。こういうふうにここが粘着面になっているんですが、こっちがね綿タイプのパンツです。こっちが少しサラサラタイプ、ちょっと化学繊維がね入ったサラサラタイプのパンツです。じゃあこれに対してこんな感じでね装着できました。でもこれって普通皆さん足を広げて装着するもんだと思うんですけど、私の場合は足を開くことができません。なのでこの部分、この粘着部分がこういう風になってしまうんですよね。こういう風にこの粘着面同士がくっついてしまいます。こういう感じになってとっても個人的にはで、ほら開くとここも破れてしまいましたけども、とっても装着しにくいんですよ。立ってるからこそうまくここに落ちるものが基本的には座っているので、どうしてもこの幅とかこの長さとか足りないなーって、そもそもつけにくいっていうのもあるんですけど、足りないなーって感じてます。実際にこれで漏れて足りないかどうかっていうのは正直わかんないんですけど、でもそもそもこうつける時のストレスがとってもあるので、これは使ってません。使っている方で私と同じような状態の方でいいつけ方があれば教えてください。または私はこれで足りてるんですよなんていう方がいたら、よかったらコメント欄で教えてください。やっぱりこのおむつタイプに使うもので私は何とかやっています。で一番初めの頃はやっぱり容量が多ければ多いほどいいって思ってたんですよ。
なので一番最大値これが、5回分くらいかな、5回分くらいなので、もうすごい量ですよね。そんな量が1回で出るわけないんですよ。でちゃんと定期的に3時間に1回はトイレ行くから、本当はこんなに量はいらない。でなおかつこれを下着にねつけると本当にもうモコモコになりすぎてすごいことになっちゃうので、今はこういった5回分6回分っていうのを使ってません。基本的には2回分の容量で使ってます。ほらもうすごい大きいでしょ。パンツの中に収まってない、全然収まってないんですよ。これが2回分の薄さです。これが5回分の厚さなんですけど、薄さなんですけど、ほら違うの分かりますね。はい、違うの分かるし、横からのこの厚みっていうのも違います。ほら2個分くらいやっぱり違いますね。今は吸水量としては2回分、300cc 私は使っています。種類こういったライフリーさんから出てる、こういったここの謎の青いここね部分のものタイプや、またはここテープ、ここに粘着面、これはねライフリーですけど、同じような形でこれは白十字さんのものになります。これ白十字さん、こちらライフリーさん。あとリパースさんっていう、これは市販で売っているっていうよりはどっちかっていうと福祉用具さんとかで取り扱っているようなものになります。これは粘着部分がありません。でちょっとサラサラ素材、ナイロン素材っていうよりは全体的にリハパンおむつ素材になっているものです。大きくこのタイプが世の中主流だと思うんですね。で私の中でいいなと思ってるのがこのタイプです。まあダメなところもあるんですけど、せめて選ぶとしたらやっぱりこのタイプかなと思ってます。でこのタイプにも今これサラサラ面ですけど、サラサラじゃなくてこの全体的におむつ素材のタイプのものもあるんですけど、私はこっちのサラサラタイプのこの青のこれがついているっていうものがいいなと思っています。はい、じゃあ何がいいのかっていうところなんですけど、まず1つ目、さっき言った留め方ですね。面タイプに対して、じゃあこの粘着面のこれね、ここ下着につけるとしたら、これ面です。お尻のところに本当分かります？全然くっつかないんですよ。でこっちナイロンタイプ、ナイロン、ユニクロさんとかでありそうなタイプはもう、面よりはちょっとくっついてそうかなっていう感じだと思うんですけど、やっぱすぐ取れます。私たちはただ座りパとも言いながら、例えばトイレで、尿取りパッドをつけました、で車椅子に移乗します、乗り移りますっていう時にやっぱこの中で少しこう動いてずれてしまうんですね。だから結局車椅子に乗った後も私はこう後ろからお尻を手を突っ込んでしっかり、お尻をカバーできるようにはしているんですけど、それでもなんか少し動いたりするとやっぱりちょっとズレが生じるなと個人的には思ってます。でちなみに、ライフリーさんのやつと白十字さんのやつ似てるようですけど、このギャザーの違いですね。ここの内側の立体ギャザーがこれ白十字さん、よりはちょっと違うんですけど、これ分かります？立体ギャザー、この結構高めなんですね。ライフリーさんは外側は高いんだけど内側はあんまり高くないんですよ。ほらこれ外側ですね。外側どっちがいいかっていうのは皆さんそれぞれだと思うんですけど、私は内側ギャザーが立ってる方がいいかなと思っているので、このタイプで言うんだったら白十字さんの方が、しかも値段も安いのでこっちかなとは思ってます。はい、なのでこの粘着、このテープは個人的には使いにくいです。このタイプですね。このタイプだとくっつけるっていうよりは引っかかるっていう感じになります。
上下する時にここにこう面と面同士がこう引っかかるんですね。ほらここで結構止まります。結構下に今力かけてるんですけど、こういう風になってるのでこの子がこうずれない。で横ずれもこう粘着テープよりはしない。粘着テープさっき前後してなかったですね。粘着テープはもうスルーっといっちゃう。スルーっと何の引っかかりもないですし、ここの粘着テープにどんどんこの面のゴミがくっつくと結局粘着感がないので、こっちの青いやつの方がずっとこうくっつく。で面もそうなんですけど、このナイロンの方がすごいほら引っかかるんです。ほらわかります？ほら全然すごいやっぱなんならこうちょっとねパンツを悪くしちゃうんじゃないかくらい引っかかりがあるので、ある意味動かないんですよ。でもここはペタペタしないから普通に触ってこうやってやってもくっつかない。さっき言ったこっちの方はこのタイプと同じようにここがもうくっついちゃうのでなかなか使いにくいっていうのがあります。なので私はもうこのライフリーさんのこのタイプの2回分このツルツルタイプを使ってます。リッパーさんはもう全体的に大きいのでこれちっちゃいバージョンもあるんですけど、これでも私は良かったなと思います。ただ止めるところがないのでちょっと滑っちゃう、中で滑っちゃう。ただお尻の部分をすごくこう大きく取ってるんですね。その分ずれたとしても範囲内で収まってくれてるのがあるので、これちょっとロングで大きいんですけど、これのもうちょっとちっちゃいバージョンはいいなと思います。ただ市販では買えずに福祉用具店で取り扱いとかがあれば買えるみたいな感じなんですよ。これ私昔サンプルでもらったやつがあったので今もうずっと残してるんですけど、なかなか手に入れるためには市販で買えないっていうのがちょっとネックで、使えてないっていうのが現状ですね。はい、じゃあこのタイプのこの素材タイプもあるよって言ったんですけど、なんでこっちのツルツルがいいかってなると、例えば尿が漏れた時っていうのは水分気湿気みたいなのが出てくるじゃないですか。それがやっぱこっちだとなんか裏まで湿気感がある感じがするんですよ、自分の中で。別に濡れてるわけじゃないんだけどなんかこうしっとり感がある。でもこっちはナイロン素材ツルツルなのでやっぱり水がここに湿気感が出てくるってわけじゃないので、しっかり防水したいって思った時にはこっちのツルツルかなと思っています。ですがなんか話がまとまりがなくてとっても申し訳ないんだけど、でも結局ずっと言ってるようにこれっておむつに対してリハパンに対してつけてくださいねっていうものなんですよ。なのでいくらこういった横に立体ギャザーがあったとしてもなんかね横漏れします。だから本当にしっかり下着に対してこういう風にもしついてたら横漏れしてないのかもしれない。その中の下着の状況がしっかり見えないでわからないんだけど、でも結局なんかお股のところちょっとずれてたりとか、または座りながら私たちは尿をしてることになるじゃないですか。で尿をこの吸水されたここにずっと要は圧がかかってるんですよ。尿がこう出て水気がここにあって、でなおかつお尻でこうやって圧を加えてると横から染み出てきてるんですね。染み出てきてるから私は絶対いつも漏れちゃうとパンツのこら辺くらいが濡れちゃってるんです。濡れちゃって結局クッションにも下に落ちるっていうわけじゃないけどこの濡れてるのが伝わってっていう感じになります。ズボンが濡れるみたいなことが結局多々あるんです。おむつ用に作ってるし、こっちの健常者タイプの場合は皆さんこう立って生活してるからこう座って圧がかかるみたいなことって多分あんまりない。私ちょっと出るくらいだからね、こうジュワ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 って出るレベルで出てるわけじゃない。うちらの場合は普通に出た中をどうここに留めておくかっていうことだけど、結局わからない、ずっとわからないままこう圧がかかっていて、で横から染み出てパンツに尿が結局漏れ出るっていうことがあ
あります。じゃあそれをどう改善させたらいいかってなると、やっぱりリハパンに装着するしかないかなと思うんです。リハパンだけでもいいと思うし、リハパンに装着するでもいいし、ただリハパンってやっぱちょっとモコモコしたり、するし、なんかズボンも履きにくいんですよ、個人的には。自分で自己導入を普段してる人がズボンの脱ぎはぎをする時にリハパン履いてたりすると、とっても脱ぎはぎが個人的にはしにくいし、すごい蒸れやすくなる。今いろんな色は出ているけれども、やっぱりなんか白とかピンクとかだとあんまり好きじゃないなっていう人もいると思います。例えばこういう黒の吸水ショーツ、これは健常者の人用のね、量的には少ない、1回分もないのかな、これすごい薄いので、吸水ショーツのこのタイプの白版ですね、パンツ版が、世の中に出ています。だからうちらとしては1回では心もとないなっていう時はこれをねつけてあげると、やっぱりねリハパンとか吸水ショーツは横漏れしないなんでなんだろうね。やっぱちょっとたわみがあるからかな。下着だとすごいピタって履いちゃうからかわかんないけど、ニワトリパッドにリハパン装着して飲み会行って管が抜けてた時があったの。私はいつも飲み会とか長時間の時は、レッグバッグつけて尿を溜めるような状態で行ってるんだけど、管がたまたま抜けてました。私はてっきり溜まっていると思ってました。で、あ、やばい、抜けてる、絶対これ尿めっちゃ漏れてるやんって思うじゃん。でもこのスタイルで行ってた時だから、もう全然横漏れがすることもなく、しっかりこの子たちで全部受け止めてたのねだからやっぱそういうことなんだなって思いました。普段自分の尿管理ってもう個人自分でしかわからないから何とも言えないんですけど、私はだからでも横漏れをしたとしても、例えば乗り降りする時がなければもう誰も気づかないじゃん。自分の中で行って帰ってきて横漏れしてたなって思って、もうクッションとか洗うだけなので、私はこう蒸れとかも気にしたりする分、基本的にはやっぱり下着にニョトリパッドっていうのを基本的にはつけています。ただなんか今日は移動が結構多いな、車椅子から乗り降りすることも多いな、ちょっと横漏れされると不安だなっていう時はこういった薄い吸水ショーツにニョトリパッドつけることもあれば、以前ね紹介した薄ピンクのリハパンとか、あとボクサー型タイプのグレーのリハパンとかがあるので、それを履いて、なんか、怪我した時とかはおむつやだな、リハパンやだな、もっと可愛い下着履きたいなって思ってましたけど、別に誰に見せるわけでもないのに、なんですごいこだわってたんだろうって思うことは今でもあります。健常者の時だっておしゃれな下着は確かに履く時もあったけど、そうじゃない、ただ仕事行く時とかはこれいつのパンツやねん、いつの下着やねんみたいなボロボロの下着履いてた時もあったし、例えば生理の時とかも、汚れてもいいような何年も使ってそうなパンツ履いてた時もあったから、その要所要所に応じて下着を選ぶっていうことでもいいのかなと思いました。実際だから誰かにもし見せる時に可愛い下着履きたいっていう時は別に履けばいいと思うんです。お風呂入った後に履いてみるとかね、なんかそういうことをすればいいと思うから、やっぱ日常は漏れて片付ける方が本当に大変なので、だったらこういう風なしっかり漏れないようなものに対してちゃんと自分で装備を整えてお出かけした方がいいのかなと個人的には思いました。これももうね、時間が経ってある程度慣れたっていうところにもしかしたら来るのかもしれないけれど、試せることってないから、一回買ってしまったら使い切らないとすごいもったいない。だから私もなんかこういういろんな在庫がいっぱい残ってはいるんだけど、あって困るものではないと思うので、なんか試して使ってみてください。はい、とりあえず私のおすすめはこちらになります。はい、ということでこの動画が良かったなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。
では本日も最後までご視聴ありがとうございました。